はいどうも料理人 VTuber の高見仁でございます。今回ねご紹介するのはこちら、はいポーピエットという料理になります。はい、こちらですね、フランスのご家庭では非常にね馴染みのある家庭料理なんですけども、こちらでいきますよ。せーのドン。はい、こちらですね、こういう形でスーパーの方で、こう真空パックして、売られているぐらいですね、こう馴染みのある料理になります。こちらの写真の方は私がもう実際にフランスのですねトゥールーズで、撮ってきた写真になるんですけども、もうこちらね、ご購入された後に、焼いたりとかですね、煮込みに使ったりっていうようなぐらいですね、結構馴染みのある料理だったりいたします。で、今回、この作るですねポーピエットの方は豚肉で、作れるように、私の方でご紹介したいなと思いますので、早速皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーのドン。はい。では材料の紹介です。こちら、豚ひき肉ですね。ご用意ください。こちら、オニオンソテーですね。もうすでに炒めたものですね。こちらもご用意ください。で、こちら、パン粉になりますね。で、こちら、卵ご用意ください。で、こちらスパイス類で、まずこちらナツメグになります。でコリアンダーの粉末になりますね。で、黒胡椒ですね。でこちら塩になりますね。で、あとこちらモッツァレラチーズですね。ひき肉の中に、少し忍ばせる用のものですね。であとこちらベーコンですね。こちらは成形ベーコンといって、こういった形の整ったやつちょっとご用意した方が巻きやすいですので、そちらの方をご準備ください。で、今回合わせて使うソースシャンピニオンになりますね。ではまずひき肉の方を入れまして、でまず塩入れます。でここで一回ねしっかり揉み込んでいきます。で粘りが出てきましたら他のスパイスも入れていきます。まず黒胡椒で、次コリアンダーですね。でナツメグ入れます。で、ここでしっかり混ぜ合わせていきます。そうしましたらここで、オニオンソテーも入れていきます。で、ここでよーく混ぜていきます。で、混ざりましたらここで、卵入れていきましょう。で、よく混ぜ合わせましたらここでパン粉を入れよーくここで練っていきます。2回ほどに分けて、パン粉を入れていきます。で、一度こうやってまとめていただいて冷蔵庫でしっかり冷やします。で、よくね、冷やしたものを今度グラムごとに分けていきます。今からね、この今作った分量をだいたい6等分にして分けていきます。こんな感じですね。すべて同じグラムでやっております。で、それにですね、サラダ油ですね用意しまして、で、モッツァレラチーズちょっと中にね忍ばしていきます。
グッとこう押して、でこの中にモッツァレラチーズをグッと押し込んで、で、ここからね巾着のようにちょっとこう絞っていくような感じでグッと締めて、で手のひらで縛っていきます。で今これ空気を抜いていってる作業ですね。でこんな感じで綺麗に丸めていただければ、こんな感じですね。で、それをですね一度ちょっと冷やした方がやりやすいので、冷やしていただいてからちょっと軽くね成形して、今から、これを縛っていきます。今ちょっとまな板に、油を塗ってます。滑りやすいようにしてるっていうところですね。でベーコンをまず一周ぐるっと巻きます。ちょうどねこれがぴったりになるような分量で作ってますね。こんな感じですね。ぴったりになってますね。でまず、このベーコンを押さえるように軽く縛ります。ギュッとしなくて大丈夫です。本当に止まればいいぐらいですので、こんな感じですね。もう本当に軽めの縛り方で大丈夫です。で、この紐ある程度の長さで、切ったものを今中心点をここですね、中心点を作りましたら、そこに合わせてまな板の上に置いていきます。でその中心点のところにこのポピエットのこれを置いて、で今から8方に縛っていきます。まず1回目2回目ですね。これで四方になりました。でこの時にあまり紐はしっかり縛らないでください。しっかり縛ってしまいますと、こう焼いた時にかなりですねこの紐が食い込んでいくんですね。ですので、本当に支えるぐらいの縛り方で大丈夫です。で最後裏側をで留めていきます。こんな感じですね。で余分なところは切っていただいて、でこんな感じで完成です。こんな感じですね。ではそれらを焼いていきます。で、まずね、油の方を引いていただいて、しっかりね温めていきます。でまず面の方をですね、縛っているこの上のね上面の方から焼いていきます。で意外とですねこれ結構素早く色がついてきますので、ちょこちょこ確認しながら焼き色見た方がいいですね。こんな感じで色がついていきます。でそうしましたらひっくり返して同じように焼き色をつけていきます。で今度両面ついたら今度側面ですね。ちょっとずつ回しながら側面もしっかり焼き色をつけていきます。こんな感じですね。しっかり一周焼き色をつけていきましょう。でこんな感じですね。でそれをオーブンで最終的な火入れをしていきます。180度で、まずちょっとね10分様子を見ていきます。こんな感じですね。で、こちらでねしっかり火が、まだ入っているっていうわけではありませんので、まずひっくり返して、で同じように180度の温度でまた入れていきます。同じくねひっくり返して10分。こちらで間違いなく火が入っております。で、このようにね、紐を外していきます。1箇所ね切ってあげるともうスパーッとこう取れるようになってますので、はいこんな感じですね。
まず横を切っていただいて、こんな感じですね。では盛り付けです。このシャンピニオンソースをね、もう思いっきりね、ドバーッといっちゃいましょう。もう敷き詰める感じでいきます。たっぷりね、使った方が美味しいですので。で、もうそこにポーピエットドーンと置いていただいて、最高ですね。では実食です。美味しくて無言で食べちゃいますねいや、このお肉自体に結構ナツメグの風味がしっかりしてて、でかつこの濃厚なキノコのソースが絡まって豚と相性抜群ですね。めちゃくちゃ美味しいですよ。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。ポーピエットのご紹介でございました。で、こちらね、ベーコンで巻いて、で、紐で縛ってて、なかなかね、ちょっと大変だなっていう、イメージは強いんですけども、実際のフランスの方では、今回はね、豚でやってはいるんですけども、子牛をね、子牛肉を薄くカットして、スライスして、で、その肉を広げて、で、中にいろんなね、詰め物をして、それをくるんで、で、最終的にベーコンで巻いて紐で縛るっていう、なかなかね、そちらもなかなか大変な作業にはなるんですが、こちらですね、例えば真空パックがあるところですと、真空して、で、それを冷凍して、で、使いたい時に、焼いたり煮たりっていうことをしたり、するっていうのが、結構主な使い方ですよね。ですので、結構スーパーなんかで、ああいった形でね、真空状態のものが売られてるっていうのが、人気を博してるっていうところですよね。週末のちょっとしたご馳走として、お出しするっていうのも、なかなかいいかなっていうような料理だったりします。はい。で、こちらね、豚肉でも再現できますよっていう形で、今回はこちらご紹介させていただきました。ぜひね、フランスのご家庭で人気のポーピエット、ぜひぜひお試しください。それじゃあね、次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。